置けないよ。絶対置けない。はい、ババンババンバンバビバビバビバババンババンバンバビバババンババンババンバンバビバビバビバババンババンバンビバのちょっとこっち来た方がいいのかな。はい、みりこさんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。あっちゃった。この番組はお休み前の約1時間、10時5分くらいから11時くらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がしょこしょこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっているのが三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、グレーの画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、茶トラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活で、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。質問思いつかなくて、この時間を迎えてしまったな。質問なしの日でございますな。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティースにゃんこたち、ジャスティース。今日は氷を結構いっぱい入れた冷たい水でございますよ。塩は相変わらず今日も入っておりません。はい。で、暑いな。はい、暑かったよ。暑いっつってんのににゃんこなんだよ、男子たちは猫テントに2人で入っちゃってさ。暑くねえのかよな。
で、今日はさ、にゃんこさん全然ご飯食べなくて、朝黒缶あげたんだけど、もうね、ほとんど手つけてないのね。で、ね、なくなったらカリカリあげるよと思ったんだけど、まあ、食べないからさ。で、ゆいたんが食べるもんがない、食べるもんがないって泣いてるみたいだったからさ、もうしょうがないと思ってカリカリちょっと振りかけてやって、そうするが食べかなと思ったんだけど、全然減らなくてね。ただまあ今日このライブ前にやっと、ようやくね、食べきってたんで、だからちょっとね、全然食べてないから今日はと思ってさ、カリカリ足して、で、その上に鰹節かけてやってな、で、煮干しの頭が上手に残ってるな、また相変わらず。煮干しの頭が3つ残っておりますよ。な、食べやすいように。な。だから食べやすいようにさ、よくサラダ向きを変えてやったりとかするんだけどさ、もう全然違うところから行くからさ、向き変えたら意味ないじゃんってな。もう親の心こ知らずでさ、にゃんこあるあるね。毎日繰り広げられておりますよ。ね、てんたまさん、今夜もジャスティス、藤子さん、皆様、こんばんは、ボスは、ね、皆様、まあ、いつやってくるんでしょうか。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日は、何だったっけね。今日はお客さん、かわいいな、まちゃん。お客さん来る日だったんだけど、なんか2時間ぐらい遅れてきたんだよね。だからまあ来たら動画編集しようかと思ってたんだけど、なかなか来ないんでね、待ってる間、なんかね、ゲームしてたよみたいな感じでね、おりましたよ。てんたまさん、週末はおりゃん、週末だからってことにしとこうか。週末だからいないってことにしとこうかね。すまんない。いつも寂しい思いさせてな。どうしたら影響力が出るのか全然わからないよ。5年やっててこれだからな。はい。で、あとは何だったっけ今日は晴れだったんだっけ晴れてたんだっけ洗濯したんだったっけただまあね、そうだから昨日はさ、あの、おねしょシーツをいつもね、私の上にかけて寝てるんだけど、なんかね、全部洗っちゃったんで、まあ乾いてはいると思うんだけど、かけずに寝てみたわけよね。もう暑いから。かけなくても別に寒くないからと思ってね。かけずに寝てみたんだけど、やっぱりな、やっぱりかけてなくてもゆりたんは私の上でおしっこするんでさ、もうやっぱりかと思って、どうしてもそれやめてくんないのね、と思ってね。夜中にゆりたんにおしっこかけられて。やっぱりおねしょシーツはかけて寝ないとダメなのか、と思ってな。夜中に着替えて。ダメか、と思ってな。だから今日はまたおねしょシーツを上にかけて寝るしかないのかなと思ってさ。昼間もな、膝の上に乗ってくるときあるわけよね。ただ膝の上に乗ってくるときもさ、まあ多分おしっこしたいんだろうなと思ってさ、あのシ、シート、おしっこシートをさ、こう用意してんだけど、どうしてもそこではしたくないみたいなんだよ。どうしてもここではね、してくれないんだよね。こう用意してるとしないんだよね。いや、しないんかいと思ってさ、油断してるとさ、もう油断した隙にシャーってやるっていうか、俺やっぱりじゃんと思って。来たよ、来たよ、噂してたらな。噂してたら来たよ。はい、するんかいしないんかい乳首ドリルみたいじゃんかよ。はい。まあ、とりあえずされなくてよかったよ。どこに行くんだか知らんけどな。てんたまさん、ゆりさん、夜の CC タイム。ね、何なのかしら。なんで、なんで私の上でするのかしらっていうのがね、もう本当、
どうしてくれよっていう感じな。で、あとは、なんだったっけ、今日は農協行ったのか。今日は農協行って、そうそう、今日農協行ってね。で、まあ、100円のコーナーな、きゅうりがあったんだよ。きゅうりがあったんで、で、残り1個っていう感じだったのかな。1個だけきゅうりな、4本入ったのが100円だったんで、これは買いだなと思って買ってきたらね、でんでん虫がついてたんだよね。でんでん虫がいる、どうしようと思ってるんだけども。まあ、冷蔵庫に入れて冷やしといたんだよね。生きてるかどうかわかんないけど、さっきな、きゅうり、明日はね、朝、ちょっと早くからお客さん来るんでさ、で、明日の私のご飯の準備をさっきしてたわけよね。で、その時にきゅうりつけとこうと思ってさ、きゅうり使ったわけよね。で、袋開けたんでさ、でんでん虫な、どうなってるかわかんないけど、まあ、とりあえず、ベランダにな、こう、放つかと思ってベランダに置いといたけど、どうなってるかなって感じな。冷蔵庫で冷やされちゃったでんでん虫。てんたまさん、琵琶湖くんも京都の祇園でライブ配信中。結構琵琶湖くんはいろんなところでライブ配信するんだね。いいよな、人気者はな。羨ましいな。どうしたら人気者になれるのかわかんないな。きょんさん、乾杯。ありがとうございます。てんたまさん、ピヨンさんお待ちしておりました。すいません。もうずっと寂しい思いさせて申し訳ないな。で、今日はそっか、土曜日じゃないんだよね。金曜日なんだよね。なんかなんとなく土曜日な感じがしてたけど、まだ金曜日なんだよね。そうだ、世間はだから多分、もう夏休みに入ってんだろうね。大学生あたりはな。大学生経験したことがないからわかんないけど、大学生の夏休みっていつからいつなの？なんかすげえ長かった気がするんだよね。なんか7月、8月、9月ぐらいまで3ヶ月ぐらい休みじゃなかった？違う？なんかね、大学生はずいぶん休みが長くていいなって思った気がするんだけどな。だからもう休み入ってんだろうなと思って平日なのにさ、予約入ってから。で、そう、だから今日は2時間ぐらい遅れてきたもんだから、結局2時間延長されてな。だからまあね、用意をあんまりしてなかったわけよ。今日は時間短いからね、と思ってさ、あんまりがっつり用意してなかったんだよね。だけど延長されちゃったんでさ、なんだ、水飲み物ね。冷たい飲み物ね、用意してなかったんでさ、あっちなと思ったんだけど、まあ、もう少しだから待つか、みたいな感じでね、いたんで、今ね、氷がたっぷり入った水を飲んでますよっていう感じよ。てんたまさん、今夜も黒霧ですか？琵琶湖くんも今夜は集められてないですね。あ、そうなの？琵琶湖くんでも集められないことってあるんだ。ぴょんさん、てんたまさん、何でしょうか？今日飲んでるお酒は、黒霧ですかと聞いておりますよ。いいね。そうで、琵琶湖くんのおかげで琵琶湖にちょっと興味が湧いてさ、ちょっとだけど、ちょっとだけど琵琶湖に興味が湧いてな。で、ほら、大阪行った時にさ、なんか、琵琶湖の水止めたろかとかっていうさ、T シャツあったじゃんか。で、この前、滋賀県の、お店な、アンテナショップ行った時にさ、その、琵琶湖の水止めたろか、グミだったっけ？なんかあったんだよね。で、なんかこれね、キャラクターというか、なんかあんだなと思って、なんだろうね、テレビ番組とか、なんかね、人気チャンネルだかわかんないけど、そういうのがあんのかなと思ってね、なんかこれあるんだなっていうふうに思ったんだけど、で、なんかどうもさ、琵琶湖の周りがさ、キャンプ場になってるっぽいじゃんか。
で、そこでね、なんかソロキャンプしてる人が結構いるみたいだなっていうことはね、なんとなく新しい情報で仕入れたんだけどっていう感じ。ぴょんさん、てんたまさん、あ、読んだ。てんたまさん、でんでん虫といえばエスカルゴはお好きですか？ありありでんでん虫。エスカルゴはね、食わず嫌いかな、私はね。他の皆様はどうでしょうか。あれか、質問にすればいいか、今日のな。えっと、エスカルゴ。エスカルゴは好きですか？エスカルゴは好きですか？アンケート開始。ネタ、ありがとうございます。てったまさん。藤子さんにはぜひ、ママチャリでビワイチ。めっちゃ広いだろ、琵琶湖って。ママチャリ琵琶湖って平坦なの？高低差ないの？てんたまさん、アリになっちゃいました。アリになっちゃったのね。でんでん虫を打ち込んだつもりだったのに、アリに変換されちゃったのかな。ねえ、そう。エスカルゴ。お酒ワイン飲む人はエスカルゴ好きなのかな？なんか私は、なんだっけ、食わず嫌いだな。見た目的にさ、サザエもそうなんだけど、サザエも見た目的にちょっと無理で、ちょっと無理と思ってね。サザエもエスカルゴも、見た目で食わず嫌いでございますよ。まあ、サザエもね、なんか多少癖があるかなんからしくって、まあね、ちょっと好き嫌い分かれるねっていうもんだからさ、まあだったらね、食べられなくても、まあね、あの、平気おかしかないかみたいなね、平気でいるんだけどさ、まあそんな食べるもんでもないからね、まあ食べられなくてもそんな困ることはないけど、ね、だからエスカルゴも見た目的に同じような感じだから、ね、なんか味はどうなんだろう、美味しいのかもしれないけどとは思うんだけどね。テータさんになっちゃいました。読んだんだ。今日、サイゼリアでピザをお持ち帰りしました。へえ、お持ち帰りできないですけど、エスカルゴ食べたかったなと。あ、そうなんだね。じゃあ、店内でエスカルゴ食べて、で、ピザ持ち帰りたいんですけどって、あれだっけ？タッチパネルだっけ？タッチパネルじゃなくて、サイゼリアはなんだっけ？紙に書くんだっけ？あの店だけかな。私が入った店だけかな。なんか知んないけど、紙に書くんだよね。なんかコロナ対策かなんかなのかもしんないけどさ、いや、逆になんか触るものいっぱい増えてさ、全然意味なくねと思って、このシステム何なんだっていうのがよくわかんなかったけどな、なんか紙に書いて渡すんだよね。なんでそんなアナログなのってすげえ不思議だったんだけど、今どうなんだ？スマホで注文なんだ。へえ。そう、あるよね、そういうのもね。なんか QR 読み込んで、だからレストランとかでテーブルに QR があって、で、QR 読み込んで、で、それでメニューが出てくるから、それで注文するみたいなな。だからあれか、タッチパネル代をそれで節約できるみたいな、そういうことになるのかね。まあ、いろいろ考えるような、すげえなって思うんだけどさ、ね、そういうのでさ、注文するんであれば、まあね、食べながら、テイクアウトもね、なんか注文できるのかなってさ、思ったんだけどな。ねえ、そっか、エスカルゴ好きなんだね。えっと、エスカルゴでいいのか。なんか、カーソルがエスカルゴの上に来ててさ、なんか不思議な文字に今見えたんだよね。てったまさん、最近は居酒屋もスマホ注文ありますね。へえ、スマホ注文なんだね。私はタッチパネルで時代が止まっていた。
タッチパネルで止まってたけれども、最近はスマホ注文になるのか、そっか、じゃあ、QR 読み込んでみたいな不思議なシステムを、覚えないとっていう感じかな。ね、あれさ、店員さん呼べないからね、まあね、呼べばいいんだろうけどさ、なんか注文するときにさ、ね、チーズ入ってますかとかさ、乳製品入ってますかとかさ、それ抜くことできますかとかさ、そういう交渉事ができないのがさ、あれ不便だなって思ってんだよね。個人的に。個人的にな。まあ、好き嫌いが多いとっていうかさ、何にでも入ってっからさ、ね、だからあのシステムちょっと困るなっていうことがさ、まあよくあるんだよね。で、あとは何の話？サイゼリアか。サイゼリアね。サイゼリアでモーニング食べてみた動画も撮ろうかななんて思ったんだけど、サイゼリアのモーニング実施してる店がほとんどないんだよね。ほとんどないんだけど、まあ東京に住んでるからね、東京にあるからさ、まあ行けばね、食べられなくはないんだけどと思うんだけど、サイゼリアなのにさ、モーニング全然安くないわけよ。モーニング全然安くなくて、で、ほら、自分が食べたいメニューがあるならいいんだよ、それでもさ。サイゼリアなんでね、和食はないんだよね。和食ないんでさ、だから全然食べたいものない上に高いから、で、遠いじゃんと思ってさ、どうしようかなっていうところで、今止まってる。どうしようかなっていうところで今止まってんだけどな。だからまあ夏は暑いからさ、遠出しないからね。ネタ的にはまあね、店内で涼しいネタでね、いいんだけどとは思いつつさ、食べたいのない上に安くないしなと思って、ちょっとどうしようかなって今ね、思ってんだよね。スマホ注文になってんのか。そこもスマホ注文かな。でもあれか、モーニングだからメニュー決まってるから、ないかもしんないな、もしかしたらな。てったまさん。年配の方は店員さん呼んで注文してますね。まあね、それで対応してもらえるんだったら、それがいいよね。どうなんだろう。店員的にはそういう客って迷惑に思うもんなのかね。なんか前になんかの、投稿で見たな、X だかなんだかわかんないけど、そういえば今日さ、X からログインがありました、パスワードが変更されましたっていうのがさ、まあいっぱい来てさ、またかと思って、もうイラッとしてたよね。あと auPay。またしても auPay がさ、なんか決済されましたっていうな、メールが来て。でさ、そのメール元がちゃんとした au からですよっていうね、証明付きだったわけよ。でさ、もう、と思って、だから本当にこれは決済されちゃってるやつかと思って、その後今度はなんかキャンセルされましたっていうね、メールが来たわけ。だからさ、と思って、まあ、キャンセルされたんであれば、料金は発生しないから、まあ、いいっちゃいいけど、でも気持ち悪いじゃんと思って、もうやだと思って。で、またなんかね、同じ商品をね、決済されましたって来たんだよね。で、と思って、で、またしばらくしたら、またキャンセルされて、で、また今度は違う商品購入されて、もうさ、もうやだと思って、で、メール元はちゃんとした au からですよってなってるから、と思ってさ、で、散々調べて、で、まあ、アプリで auPay のね、残高の、なんか、取引履歴とかいうのあったから、まあ、それ見てみたら、まあ、別に何も起きてないから、まあ、ここで何も起きてないから大丈夫っていう判断でいいのかなと思うんだけど、もうね、auPay
嫌だと思って。どうやったらこれ解約できるかしらと思ってな。なんか今日はイラッとしてましたね。たぬこさん、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。てんたまさん、乗っ取りのふりしたメールですかねと思ったんだけどさ、メール元がね、ちゃんと au からですよっていうお墨付きだったんでさ、って思ってさ。で、散々他の人の投稿とか見てもさ、やっぱりね、本物と偽物と比べてるやつがあったんだけど、本物は、送られてきたアドレスが、こっちで、みたいな感じで。だから合ってんだよね。本物なんだよ。本物の方のメールが来てるからさ、もうと思ってさ、どうしようってなってたんだ、今日はね。てったまさん、たぬこさん、こんばんは。お待ちしておりました。はい、お待ちしておりましたよ。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、au がご迷惑をおかけして申し訳ございません。本当よ。本当よ、もう au 嫌いっていう感じな。で、なんだっけ、そう、だから X でな。で、X でなんか、ログインされました。パスワードが変更されました。ログインされました。パスワードが変更されましたってさ、もうな、で、X の方行ってさ、そうだ、X の方でね、検索してみたわけよ。auPay のメールのことでなんか書かれてないかなと思って。で、やっぱりね、そのアプリでね、その履歴見て、で、おそらく何も起きてないはずだから、これは詐欺メールですよ、なんてね、注意してくださいね、なんて書き込みしてるのがあったんだけど、ただそれがさ、2年前かな2年前でさ、最近じゃないんでさ、情報古いなと思って、誰も被害に遭ってないってことかと思って、そしたらこれはやっぱり本物なのかなと思ってさ、なんかもうさって今日もなってたよね。お許しください。お許しくださいな。もうほんと、こんなしょっちゅう英雄弁はさ、ね、こうなるしさ、残高は勝手になくなるしさ、もう嫌だと思って。残高はなくなるし、ね、なんかなりすましなのかなんだかわかんないけど被害には遭うしようみたいなね、感じよ。でさ、au とさ、なんかポンタがさ、なんか一緒になってるかなんかで、ログインするのもさ、ポンタでログインするか、au でログインするかね、しなきゃいけないしさ、もうさ、めんどくせえのな、なんか二重三重でなんかログインしなきゃいけないんでさ、めんどくさいんだよね、あれね。もう、はい。今日のぼやきでございました。今日のぼやきでございました。で、あと、何の話したんだっけX。呼び出し。サイゼリア。まあ、いいか。とにかく今日は特に話のネタがないんでな。ヒョンさん、ジャスティス。ヒョンさんはだいぶ出来上がってるようでございますね。じゃあ、タロットカードタイムでも行こうかな。ペンタムさん、じゃあ、これからは、Y モバイルで、Y モバイル、もうね、何もいらない。めんどくさい、もう、何もいらないよ。はい。というわけで、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。ゆりたんね、おしっこしてないときは、まあ、可愛いんだわ。可愛いな、ゆりたんな。はい。てんたまさん、au スタンプありがとうございます。では、てんたまさんから au ストップをいただきましたので、
ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。はい。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。はい。なんか、お金を大事に、お金かわいい、お金大好きみたいなカードかな。ね、お金かわいいね。はい。では、今日新しく仕入れた情報としては、なんか世界一周、世界一周旅行券かな。世界一周旅行券とかいうのがあるらしくって、そんなのあるんだと思ってね。それがちょっと気になるよっていう感じ。それが最低で30万からだったかな。なんかいけるらしいんだよね。で、まあ今もっと値上がりしてんのかもしれないけどさ。そっか。30万で世界一周旅行ってできるもんなんだってな。ちょっと夢が膨らんだよ。ペンタクル、クイーン・オブ・ペンタクル。クイーン、ペンタクル、今日は1でございますね。どこいしょと。たぬこさん、わら。天玉さん、たぬこさんが笑ってくれたぞ。やったな。やったね。1ポイント、ゲットしたな。はい。ペンタクルのクイーンの意味。はい。一般的な、カードでは、違う違う。絵柄の意味。ペンタクルのクイーンのカードはバラが咲く緑豊かな庭園で、一人の貴婦人が落ち着いた面持ちで佇んでいます。その服に派手な装飾品はなく、どこか悲しげなのは贅沢などの虚しさを感じ、素朴な生活に心の、豊かさ見出しているかのようです。聖地、成熟した生活、経済的な安定、いいな。経済的な安定、いつ来るのかな。ペンタクルのクイーンは経済的な安定を得たものの、贅沢な生活は避けて、精神的な充足を求めているような姿です。そのため、聖地では、経済的な安定と埋まらない不足感を感じることを意味し、逆位置では退屈な生活や富への失望を感じると解釈します。はい。正位置と逆位置の意味、正位置。経済的な安定、心の充足、家庭的な喜び、スローライフ。ペンタクルのクイーンはお金の豊かさに溺れることなく、精神的な充足や喜びを求める意味を持つ、とても女性的なカードです。ですから、経済的な安定はもちろんですが、さらに心が安心できる喜びを手にするとか、もしくはそれを望んでいる様子として解釈すると良いでしょう。はい。そのため、聖地ではお金の面では満足できていても、心の充足は完全には得られておらず、何かしらそんな穴を埋めるものを探し求めていると解釈します。ただ、あくまで心は穏やかに物思いにふけっているので、今まさにそんな自分を見つめ直す時間が必要だと言えるのでしょう。もしかしたらそれは家庭的な幸せや女性としての喜びを探していると言えるのかもしれません。はい。ね。はい。そうですかね。まとめありました。ペンタクルのクイーンは心の不足、満たされない気持ちを表すカード。そうなんだね。このカードは、経済的には安心できても、どこか心が満たされないような、
そんな不足感がつきまといます。そのため聖地で開かれても心からの喜びや幸せとなることは難しく、最終的に成果は得られるものの、どこか満足できない気持ちが残ることを意味します。それは恋愛や家庭や将来を占う上でも同じで、どこかで自分が本当に求めているものを、ないがしろにして、経済的な安定を優先していることがあるのかもしれません。なるほど。ですから、このカードが場に開かれた場合には、このカードのクイーンのように、今一度自分の望みを見直す時であると解釈します。というわけで、本日のタロットカードを調べるの会は、あなたは何に満足するんですかっていうことをね、自分に問いかけてみるタイミングだよっていうことなんでしょうかね。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。はい。私の魂と目的は何なんでしょうかね。わかりません。てんたまさん、藤子さんは200万円稼いでピースボードで世界一周してもらいたいですね。ピースボードっていう船があるのかちょっと調べる。えーっと、ピースボード、ピースボード、宗教って出てきたよ。宗教なのかつながらないな。ピースボードは国際交流を目的として設立された日本の非政府組織。その団体が企画していた船旅行の名所。設立はアジアを巡るクルーズ、としていたが、1990年以降は世界各地を巡るを何年かかるんだろうな。船で世界一周って何年かかるんだ公式ピースボード、これでわかるかな。大地の鼓動、情熱と歓喜の南半球、暑そうだな。12月出港後、来年の12月出港するの、それまでに説明会に参加して資料を請求しろと。赤道以南、憧れの地を行く、モアイ像の佇む、イースターと、そうか、イースターも島か。手に根を張るかのように目を伸ばすバオバブ。南半球は一度訪れることを夢見た数々の場所があります。様々な理由で旅をした先人たちの見てみたいと心が求める場所。カミイート、イグアスの滝、サンバ。コルコバートの丘。ウユニ湖ってなんだっけウユニ湖は塩が、あれ視界だよね。ウユニ湖ってなんだっけなんか聞いたことあった気がする。あ、鏡みたいになってるやつか。カミニーとは呼んだか。レユニオンとバオバブ街道動くな。ハワイね。ハワイいいね。ダイヤモンドヘッド。ハワイ文化体験。はい。ハワイはでも高いんだったっけか物価かな。25年の12月に出港するんだね。いつ帰ってくんだ25年12月14日から神戸発で、26年の3月ということは、あれ ?107 日、あ、そうか、12月だからか。107日、じゃあ1年の3分の1ぐらいで帰ってくる。4ヶ月ぐらい4、30、3、4ヶ月ぐらいでってことか。
結構いろいろ止まるよね。まあでもそっか、3、4ヶ月かけるんだから、そっか、こんだけいけっか。すげえな。いくらですか？おいくら万円ですか？おいくら万円？ 200 万円って言ってたっけ？どこに値段ついてんだ？そう、値段はね、早期割引で300万、200万、ぐらいでいけるのかっていう感じか。なるほどでございますね。ありがとうございます。200万円スパチャお待ちしております。てんたまさん、このツアーに参加すれば、一番安く世界一周できるんです。ああ、なるほどね。そうなんだ。ね、だからうちほら、にゃんこいるから、だからもっと後かなっていう感じ。もっと後かなって感じね。そんなに長く家開けてたらさ、ね、って感じじゃないか。うーんと、イオンさん、これはとてつもない船旅のいざないだぎゃ。だぎゃな。てんたまさん、船旅は男のロマンですよ。あ、そうなの？ピヨンさん、さよなら。てんたまさん、ピヨンさん、お酒の後はぜひ水を飲んでください。チェイサーって言うんだっけ？なんで水のことをチェイサーっていうのか全然わかんなかったんだよね。だから、ほら、お酒飲めないんで、全く知識ゼロなところにさ、ライブバーでさ、働くことになった時にさ、お酒を出すからさ、まあ、わかんないわけよね。なんか、チェイサーくださいとかって言われてさ、でね、チェイサーってさ、他の従業員の人がさ、水を出すじゃんか。えなんで水って言わないの？なんでチェイサーなの？まあ、もういちいちわかんないんだよね。ああ、もうお酒嫌いってまたそこでなるわけよ。なんでチェイサーって言うのって感じだったな。てったまさん、24時間テレビのマラソンボランティアに参加して配信すればバズりますよ。あ、そうなの？マラソンボランティアっていうのは誰でもそれ参加できるの？なんか、審査とかあるんじゃなくて、ね、配信とかできるの？ピヨンさん、ポカリスウェット飲みます。テッタさん、ピヨンさんはいつでもストレート、ノーチェイサーですぞ。そうなんだ。そのチェイサーっていうのは、お酒を飲みながら飲む水のことをチェイサーって呼ぶの？で、お酒を飲んだ後に飲む水はチェイサーって呼ばないの？違うのか？違うのか？もう、すっかり乾いちゃったとか。ゆりたん寝てるからさ、体勢動かした時に濡れてんのかと思うきや、もう乾いちゃって、乾いちゃってカピカピになっちゃってんじゃんな。てんたまさん、今回、やすこと一緒に走るボランティアを1000人募集するらしいでさ、そうなんだね。1000人じゃな。埋もれそうだけど。1000人で一緒に走れるもんなのかね。わかんないな。どういう感じだろう。東京マラソンもさ、どんくらいの規模とかさ、見たことないんで。興味ないんでさ、見たことないんで。どういう規模だったんだろうとかさ、なんかさっぱりわかんないな。想像がつかないな。ピョンさん、お酒を飲んだ後には、水道水。はい、水道水な。今、熊本の水がやばいんだっけ？日本全体もうね、水だいぶやばくなってるっぽいけどさ、ね、熊本の水が今ね、飲めないレベルだったっけ？だから水道水はお気をつけください。
お気をつけくださいませ。ね、そう、だからさ、今日な、なんだっけ、EM 菌な、EM 菌さ、なんかペットにも良さそうだなと思って、クータがほら、皮膚な、かゆがあるんで、これに効かないかなと思って、やっぱり EM 菌ちょっと欲しいなと思ってさ、なんか今日こそは買おうかなと思って、朝さ、アマゾンに行ったんだけど、なんか3500円以上じゃないとさ、送料無料にならないっていうやつだったんだよね。で、3500円かと思って。で、その EM が1600円ぐらいだったからさ、ね、で、それとりあえず試しに1個買おうかなと思ってて、知ってるもんでね、良いよと分かってればさ、まあ2個買ってもいいんだけど、とりあえずね、使い方慣れてからにしようかなと思って、とりあえず1個買ってみようかなと思ったのにさ、いきなり2個買うのもなんかちょっとなぁと思って、と思ってさ、で、ちょうど、浄水器のカートリッジが、1800何十円で、それ買うと、ちょうどね、3500円ぐらいになるんだけど、ただその浄水器のカートリッジはこの前買ったんで、一応まだあるんでね、まだあるからさ、まあどうせ今買うんだったら違うものを買いたいんだけど、どうしようかなと思ってて、結局一旦保留。一旦保留ってなってね、結局今日も買えずじまいで。まあね、だから浄水器のカートリッジは、まあ絶対必要なものではあるけど、今な、買ってあるからさ、と思ってな。なんか買うんだったら違うのがいいよ。どうしようと思ってさ。で、まあ、にゃんこの缶詰ね、買おうかなと思って、でね、物色してたんだけど、なんかね、高くて、高くてな。で、結局保留になっちゃったな。だからちょうどやっぱりね、1800円ぐらいで、欲しいね、缶詰っていうのかな、パウチがあったんだよね。で、パウチがあるんだと思って、まあ、どうせすぐあげちゃうんだったら缶詰じゃなくてもね、パウチでもいいからさ、と思ったんだけど、パウチの方はね、缶詰の半分の量だったんだよね。さらに半分だったんだよ。だから缶詰の方でも、量が少ないんでさ、ね。で、それをさ、だから、2缶あげることはせず、1缶でさ、済ましてるんで、缶詰ですら少ないのに、その缶詰のさらに半分なんでさ、いや、これ5人で分け合えるっつったらさ、爪の先になっちゃうからさ、爪の先5人で分け合うことになっちゃうから、いや、これはちょっと高いね、と思ってさ、ダメだね、と思ったんで、やめて、なんか何買っていいか分かんなくなったぞと思って、まあ、欲しいものはいろいろあるんだけど、そうするとね、なんだ、キリがないというか、なんで、だからどうしても今欲しいなって思ったものを買うっていうね、感じなんだよ。で、そうすると、なんだ、満足感というか、納得感があるじゃんか。これ買ったぞっていうさ、納得感があるんだけど、なんかな、どうしようかなって思ってる状態ですね。まあ、これなら必要だからと思って買っても、なんかね、納得感がね、なんか薄いんで、納得して買いたいわけ。納得してお買い物したいわけね。てんたまさん、そうそう、水道水ね。水道水やばいからさ。てんたまさん、欲しくても保留そうなんだよ。なんかね、納得感が欲しいわけよね。よし、これでって思わないと、なんかちょっとね、買いたくないわけ。ねで、あと、なんだったっけな、そう、水ね。水で、ペットボトルの水もそう、そういえばさ、うちにだから備蓄してるね、ペットボトルの水さ、ダメなやつじゃんと思ってちょっとショックだったんだけど、なんかね、リトマス試験紙みたいな、なんか、試薬っていうのかながあって、それで、市販のね、ペットボトルの水、検査してみようみたいな動画があって、
で、これやばくないっていう、これやばくないっていうね、動画だったんだけど、うん、ね、みたいな感じで、なんか、あの、こそっとやるみたいな、なんかそんな動画があって、でね、検査してたわけよ。それで行くと、イロハスがやばかったわけよね。でも、イロハスやべえなと思って、もう絶対イロハス買わねえよ。イロハス絶対買わねえってそれ見てさ、思って、あ、ねえ、この動画ありがとう、実験してくれてっていう感じだったんだよね。で、イロハスやばくて、あとね、第2弾でまた違う、水でやってたんだよね。で、それで行くと、あの、なんだっけ、ローソンで売ってるお水な、2リットルのペットボトルの水がやばかったんだよ。で、と思って、うちに備蓄してんの、そのさ、ねえ、だからポンタポイントを貯めようと思ってさ、10日と20日だったっけが、なんかローソンで買い物すると、ポンタポイントがつくとかっていうので、でね、夕方4時以降に行くと、さらにポイントつくとかで、だから4時以降にさ、20日、10日と20日だったかな、にローソンに行って、で、お水を買ってたわけよね。備蓄になるしと思ってさ、お水買ってたんだけど、そのローソンの水がダメだったわけよ。でも、と思って。イロハスはまあ買ってはなかったけど、ただまあいくつかうちにあるかな。いくつかはあるけど、イロハスを別に選んで買ってたわけじゃないんだけどさ、しばらくそのローソンのお水を買ってたからさ、それがあるわけよね。ダメなのか。ダメなのかと思って。で、そのさ、パッケージを見る限り、そのマイバスで売ってるお水な、それも買ってたわけよね。で、そのパッケージ、ペットボトルの形を見る限り、多分これ同じ商品だなと思って。で、同じ商品だなと思って、で、ラッピングだけ多分これ違うやつだななんて思ってたんだよね。ってことはよ。ってことはよ。うちにある備蓄してるペットボトルの水さ、ダメなやつばっかじゃんみたいな。もうちょっとショック。ちょっとショックだよっていうね、状態だよ。イロハスやばいのですか？そう、やばかった。みんなイロハス絶対買わねえっつってたな。ピオさん、ローソンは良いお店ですよ。P 入れましょう。てんたまさん、香川県から愛媛県に入ると、西条市がありまして、そこでは打ち水という地下水を、各家庭引いてるので、水道代無料。あ、いいね。ぴょんさん。ってことはよ。てんたまさん、打ち水ではなく、打ち抜きでしたね。打ち水だと夏に巻くやつだろ。夏、うちでベランダに巻いてるやつだろ。打ち抜きっていうんだ。へえ、そういうシステムあるんだね。それはいいよね。そこやられちゃうとな、安心だと思って飲んでたら、ね、やられてたってことになるからな。お調べくださいって感じかな。ぴょんさん、下噛んだ。下噛んだ。失礼しました。そう、水道代無料な。そうで、うちのほら、ばあちゃんが住んでた栃木の家が井戸水だったんだよね。で、私が子供の時に、なんか井戸水だからっていうので、私水を飲まなくてさ、よく脱水症状で病院に運ばれてる子だったんだけど、その田舎の水は井戸水だから美味しいって言って、よく飲むからっていうのでね、
なんか飲まされてたなっていう記憶があって、で、確か井戸水だったよねって聞いて、今でも井戸水なのかって聞いたら、なんかそうだっていうわけよ。ってことはよ、ってことはよ、水道代ってどうなってるのって聞いたら無料っていうふうに言われて、あ、そうなんだと思ってさ、水質がね、だから昔はほら結構ね、井戸水が出てたけど、今はね、なんか O157 が出たから飲まないでくださいって言われて、なんかね、飲み水としては使えないんだっていう井戸水が結構あったりとかするから、今はもう飲めなかったりするのかなと思って、で、聞いたわけよね。そしたら、いや、飲めるよって話で、今でもね、普通にその時の井戸水飲んでて、水道代無料だよって話だったからさ、ええ話やなと思って。たださ、去年だからなんか冬さ、寒くてさ、水道管破裂する事件あったじゃんか。で、それで見事にさ、うちの田舎もさ、水道代じゃない、水道管が破裂したんだよね。で、床が水浸しになって、なんか床と畳張り替えしたらしいんだよね。で、そんなことがあったんでさ。なんかね、で、その水道管破裂するの防止で、お風呂の水をね、ちょろっと、冬の間、流しとくといいよって話で、で、最初それをやったんだよね。で、それをやったんだけども、なんかね、井戸水を汲んでるモーターだかなんかがあるのかな。が、なんかね、音をしてるんだけど、それの電源を抜いてしまえばいいという話で、で、あ、そうなのかと思って、いや、でもなんかね、その水の循環を止めちゃって大丈夫なのかなって私は思って、それ止めちゃって大丈夫なのって聞いたら、まあ冬の間だけなって言われて、あ、そっか、そりゃそうだなと思って、冬は別に水腐ったりとかしないだろうしさ、凍ってね、もう水道管破裂するくらいなんだからさ。だから確かになと思って、冬の間だけ止めちゃって、で、その凍らない時期はね、また循環させとけばいいってことなんだろうからさ、と思って、おおと思ってな、なんかそんな技を今ね、ばあちゃん家では使っております。何の話だっていう感じな。ぴょんさん、私の田舎では井戸水より山水の方が美味しかったよ。いいね。みんなお水が豊富でいいね。てんたまさん、山水美味しいですよね。美味しそうだな。てんたまさん、山頂から山水で流しそうめんしたいですよね。山頂どんくらいの規模の山なんだろうな。ね、水が美味しいぐらいの山だとしたら結構高そうなイメージをしてしまったけどな。そこの山頂からそうめん流してな。どこで受け止めたらいいんだろうとかな。なんか壮大なイメージをしてるのは私だけでしょうか。というわけでな。本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりました。そろそろお開きにさせていただきまして、なんかもう流してる間にそうめん凍りそうだよな。毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだなかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。だいたい山頂なんか寒くてさ、そうめんなんか食べたくないよね。あったかいの乳麺食べさせてくれって感じよね。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。
はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。